ちょっと、どういうこと？こんな狭い部屋を用意するなんて、アホじゃないの。犬小屋じゃないんだよ。妊婦にストレスを与えるな。そもそも、私は里帰り出産なんかに同意はしていない。自分の実家に帰るものだろう。それなのに急に押しかけて、さらには文句を言うなんて。するとその直後、後ろから夫がやってきて、いきなり長男夫婦の荷物を全部窓から投げ捨てた。お前たち、一体何様のつもりだ？夫は鬼の形相で長男夫婦を睨みつけた。私はのぞみ、60歳になったばかりの主婦だ。夫とは結婚して30年以上が経つ。お母さん、還暦おめでとう。これからも元気でいて、長生きしてね。ありがとう、舞。あきらさんもわざわざ来てくれてありがとね。いいんですよ、お母さん。おめでたいことなんですから、ちゃんとお祝いをしましょう。そう言って実家に来てくれたのは、長女の舞と旦那さんのあきらさん。長女夫婦はとても優しくて、定期的に実家に顔を見せに来てくれる。長女は本当にいい旦那さんを持つことができたと思う。今もこうやって私の還暦のお祝いをしてくれて、みんなでお酒を飲みながらごちそうを食べているところだ。長女の旦那さんは私の夫に似て穏やかな人だ。それでいて笑顔が素敵だ。長女はいつもハキハキとしているので、どちらかというと私にかもしれない。でも私よりも弁が立つので、私をグレードアップさせたような感じと言った方が正しいかも。まあ、そんなことを本人に言ったら怒られそうだが、長女夫婦とはそんな感じで、とても良好な関係を築いていた。だが私と夫にはもう一人子供がいるのだが、長男のマサトはあまり実家に帰ってこなかった。昔から長男は少しわがままな子だった。長女の5歳下で末っ子ということもあり、甘えん坊なところがあったのだ。自分の望みが叶うまでダダをこねることが多く、おもちゃコーナーの前で何回泣き叫んでいたことか。私も夫もできる限りは甘やかさないようにしていた。しかし、あまりにもダダをこねてくるので、たまに言う通りに買ってあげることもあった。長男はその後もわがままをよく言う子になってしまった。私も夫も簡単には言うことを聞かないが、あの手この手で要求を飲ませようとしてくるのでなかなか大変だ。言葉巧みに誘導し、気づけば取り込まれてしまうのだ。長男には周りに可愛がられる才能みたいなものがあった。そのため私と夫が厳しくしても、周りの大人たちがかわいそうじゃない、買ってあげなよ、なんて私たちを責め立てることがあった。そういう経験から、望めば何でも手に入るという考え方が身についてしまったようだ。長男は小学生や中学生になっても、いろいろと私たちにねだってきた。そして私たちがダメだと言うと、今度のテスト頑張るから、と条件をつけてくる。それならテストの結果次第で買うか判断すると言うと、それじゃあ流行りに乗れずに、クラスの会話についていけなくなるなどと反論してくる。俺がクラスの人たちから仲間外れにされてもいいの？そんな風に言われてしまうと、こちらもダメだと言いづらくなってくる。そうして結局、私たちは長男が欲しがるゲームやおもちゃを買い与えてしまう。だがだからといって、長男は約束したように勉強を頑張ったりしない。何度注意をしても、長男は自分勝手に過ごして私たちの言うことを聞かなかった。高校生からは、小遣いをやたらと要求してくるようになった。しかしお金を渡すということに関しては、私も夫もかなり厳しくした。どんなに要求されても、月に1回の小遣いの時しか渡さない。長男にはいつも月始めにお小遣いを渡していた。たとえ、最初の週とかに小遣いを使い果たして追加で要求されても、決して新しくお金は渡さなかった。長男は中学生の時のように、仲間外れにされるとか言って私たちに揺さぶりをかけてきたが、
もうそんなことには動じなかった。そんなに簡単に仲間外れにしてくるような人なら、友達になんてならない方がいいわよ。私も夫もそうやって言って、頑くなにお金を渡さないようにした。長男はその度に怒って感情的になっていたが、私たちは言いなりにはならなかった。そして大学生の長女が、弟である長男にとどめを刺した。あんたそうやって親にたかって恥ずかしくないの？部活にも入ってなくて勉強も大してしてないんだからバイトでもすればいいでしょ。そしたら自分で稼いだお金は自分で好きなように使えるんだから。正論を言われてグーの音も出なかった長男は、それ以降あまりわがままを言わなくなった。自分の姉にあそこまで言われたのが悔しくて恥ずかしかったのだろう。その後、長男はコンビニでバイトを始めた。私たちは長男のバイトが続くか半信半疑だったが、意外と続いていてびっくりした。後で分かったことだが、どうやら同じ高校の同級生のマドンナ的存在の子も、そのコンビニで働いていたそうで、その子が長く働いていたから長男も辞めずに働いていたようだ。ちなみに高校3年生になり、その子が受験のためにバイトを辞めると、長男もすぐにバイトを辞めた。本当に我が子ながらどうしようもないというか、行動の動機や原動力が不純で呆れるし、そういった徳がないと頑張れないのは情けない。それから長男は特に勉強を頑張るというわけもなく、だらだらと受験シーズンを過ごしていた。私たちが注意すると一応机には向かうのだが、部屋に様子を見に行くと携帯をいじっていたり、ゲームをしていたりする。その度に叱っても、長男の右耳から左耳にすり抜けていく。結局、長男は受験に失敗をした。これからどうするのかと私と夫は長男に進路について聞いたところ、長男はもう1年頑張りたいと言い出した。予備校に通いたいんだ。しっかりと授業を受ければ、今度は大学に受かると思う。私と夫はとても悩んだ。果たして本当に長男は勉強を頑張るのだろうか。だがせっかく自ら通いたいと言っているのに、それを反対してしまうのもいかがなものだろうか。私と夫は何度も話し合い、結果的に長男が望んだようにさせてみようという結論に至った。そして予備校に通い出した長男。一応ちゃんと授業に行っていて、授業後も予備校のラウンジで同じクラスの子と勉強をしているらしい。私と夫は真面目に勉強している長男を見て、ほっと一安心していた。だが、最初の模試ではあまり成績は伸びていなかった。まあ、今まで勉強をしてこなかった子だから、いきなり成績が上がることはないだろう。だから私たちはとりあえず様子を見ていた。それから数ヶ月が経ち、また模試があった。しかし長男の成績は全く上がっていなかった。さすがに私と夫は、長男にどういうことか問いただした。あなた、ちゃんと予備校で勉強をしてるの？授業はちゃんと受けてるの？予備校では別に出席を取ることはない。だからちゃんと勉強をしているのか確認するのは、模試などの結果でしかない。しかし、長男はちゃんと勉強をしていると言い張っていた。そう言われると、私も夫も信じるしかなくなる。だが、そんな時に私はある日、街中のゲームセンターに入っていく長男を平日の日中に見かけた。長男はお友達と一緒にいたのだが、私はそんなことを気にせずにゲームセンターに入り、長男のところまで駆け寄った。マサト、あんた、何やってんの？母さん。なんでここに？それはこっちのセリフだよ。予備校をサボってゲームセンターに行くなんてふざけるんじゃないよ。私がそのように怒鳴ると、長男と一緒にいた友達が驚いていた。お前、予備校生だったの？フリーターって言ってじゃないかよ。お前、勉強しろよ。サボってる場合じゃないだろ。いや、みんな。
お友達の方が真面目でしっかりしてるじゃないのよ。すぐに予備校に行くわよ。私はそう言って長男をゲームセンターの外に引っ張り出して、タクシーに乗って予備校へと向かった。長男は嫌そうにしながら予備校に入っていった。私はそんな長男を見て、一気に不安になったのを覚えている。あの子は本当に勉強をする気があるのだろうか。でも、予備校のお金はすでに支払っている。だから、嫌でも何でも勉強をしてもらわないと困るのだ。その日、私は夫にこのことを報告した。夫も重大と捉え、長男のことは毎日車で予備校まで送って、お昼用にお弁当を持たせて、お金はジュース代だけを持たせるようにした。そうすれば、外に遊びに行くことはできないだろう。そうやって、できる限り長男に勉強にだけ意識を向けさせるようにした。だが予備校内でのことまで監視することはできない。そのため何とか信じるしかなかった。しかし、結局長男は大学に合格することができなかった。しかもセンター試験は現役の時の成績と変わらなかった。これには私と夫は頭を抱えた。結局、長男は何にも勉強をしていなかったのだ。そして長男は専門学校に通いたいと言い出したので、私たちはもう長男の要望を聞き入れることはしなかった。専門学校に行きたいなら、自分でお金を稼ぎなさい。私も母さんももう援助はしない。そんな。なんでだよ。長男は私たちが頑なに援助を断ったので、怒ったまま家を飛び出した。それからはしばらく帰ってこなかった。数年も帰ってこなかったので、私も夫もかなり寂しい思いをした。数年の間、長男は前に働いていた店舗とは違うが、コンビニでのバイトをしてフリーター生活を送っていたそうだ。そして正社員として同じコンビニで働くようになったらしい。しかも久しぶりに帰ってきた時に結婚の報告をしてきた。相手は同じコンビニで働く女性だそうだ。その後、婚約者であるゆかさんと初めて会ったのだが、なんというか長男と似たようにわがままそうな人だった。常にタメ口で話してくるし、私も夫も大丈夫かと心配になった。それから長男夫婦が結婚して2、3年ほどが経つが、一度も実家に顔を見せに来ていない。長女夫婦と比べると、私たちのことを存在に扱っている気がする。まあ、だからといってこちらからしつこく連絡をするのも違うなと思い、少しモヤモヤした日々を過ごしていた。そんな中、つい最近いきなり長男夫婦が家にやってきた。実はゆかが妊娠したんだ。だから里帰り出産で、この家にしばらく暮らそうと思って。え、そういうことなんでよろしく。私たちの部屋を用意しておいてね。いきなりそんなことを言われても困る。だが長男嫁の実家は地方のかなり遠いところにあるそうで、自分の実家に帰るのは難しいそうだ。私は正直長男夫婦と一緒に暮らすのはあまり乗り気じゃなかったのだが、心優しい夫は一度検討させてくれと長男夫婦に言った後、私に出産までの期間ならいいんじゃないかと提案してきた。なんだかんだ言っても、親になるのは大変なことだし不安も多いだろう。今までいろいろと裏切られてきたが、そういう時くらいはサポートしてあげてもいいんじゃないか。そうね。私は夫にそう言われて、一時的な同居生活を受け入れることにした。だがこれが地獄の始まりだった。お母さん、同居までの間、うちに来て家事をしてくれない？え、部屋の契約がまだ3週間も残ってるんで、お母さんたちのところに行くのはその後にしようと思って。でも、妊娠している状態の私のサポートはしてほしいから来てよ。長男嫁はそう言って、私にわざわざ家事をしに来るように命令してきた。まあ、同居も許可してるし、少しくらいはいいか。そう思ったのだが、予想以上にそれはきつかった。まず長男夫婦の家はとても汚れていて、
掃除をするだけでも一苦労だった。しかも長男嫁は掃除した側から汚していくのだ。ねえお母さん、手際悪すぎない？私、お腹すいた。あ、このテレビでやってるところのスイーツ買ってきてよ。そんな風に好き放題私に命令してくる長男嫁。しかも長男もそれを咎めようとせずに、一緒にいろいろと要求してくるのだ。母さん、俺も同じの買ってきて。私は完全に家政婦か奴隷かみたいな感じだった。そして地獄のような日々を過ごした後、ようやく長男夫婦が実家にやってくることになった。だがそこでも問題が発生した。ちょっとどういうこと？こんな狭い部屋を用意するなんて、アホじゃないの？長男嫁は私が用意した部屋が気に入らないらしい。この部屋はもともと長男の部屋なのだが、今まで置いていた荷物とかは別のところに移動しているので、広さ的には十分だ。それなのに何の文句があるのだろうか。なんで角部屋じゃないのよ。もっと広くないと嫌だし。いや、そんなこと言われても、この部屋くらいしか。私たちの家もそこまで大きい家というわけじゃないし。犬小屋じゃないんだよ。妊婦にストレスを与えるな。母さん、ふざけんなよ。もっと俺たちを大事にしてくれよ。本当に気が利かないよな。そんなことを言って私を罵倒してくる長男夫婦。そもそも私は里帰り出産なんかに同意はしていない。自分の実家に帰るものだろう。それなのに急に押しかけて、さらには文句を言うなんて。私はもう我慢の限界だった。するとその直後、後ろから夫がやってきて、いきなり長男夫婦の荷物を全部窓から投げ捨てた。ちょっと何をするのよ。父さん、なんで俺たちの荷物を投げるんだよ。お前たち、一体何様のつもりだ？夫は鬼の形相で長男夫婦を睨みつけた。私たちはお前たちが困っているから助けてあげたいという思いで、一時的な同居を受け入れたんだ。それなのに、さっきの母さんへの態度は何だ？そんな態度を取るというのなら、今すぐ出て行け。今まで優しい夫の鬼の形相を見て、長男は動揺していた。長男嫁はビビって震え上がっている。もう、お前たちをこの家には入れたくない。庭に落ちた荷物を取りに行って、そのまま帰ってくれ。ちょっと待ってよ。俺たち、部屋を解約したから帰るところはないよ。じゃあ、野宿でもしてろ。そんな。最低な父親ね。孫の命がどうなってもいいの？じゃあ、あんたは地方の田舎に里帰りすればいいだろう。ご両親に連絡をしようか。今までのこともしっかりと報告させてもらうがな。それはやめて。わかったから。私、自分の実家に里帰りするわ。俺はどうすればいいんだよ。こんな状況でも、自分は親に助けてもらおうとする長男。あんたは別に、どこか部屋を借りて一人で暮らせばいいでしょ。私たちは彼のことを突き放した。そして実家の鍵も変えて入れなくした。完全に絶縁状態だ。長男はそこまでされて、ようやく自分勝手でわがままだという自覚をしたようだ。何度も私たちに謝罪の連絡をしてきた。だがもう遅い。私たちが許すことはない。長女も長男とは縁を切ることにしたそうだ。長男夫婦は仕方なく長男嫁の実家を頼ったらしい。だが長男嫁のご両親は私たち以上に厳しかった。そのため、自分たちを頼ってくるというのなら誠意を見せろと言い、ご両親の親戚の農家に長男を送り、2年間は帰ってくるなと言ったそうだ。長男はほぼ監禁状態で農業をし、長男嫁も出産後は同じ農家に送られて、ひいひい言いながら夫婦揃って働かされているそうだ。
それで少しでも長男の性格が矯正されればいいが、もう無理だろうな。私と夫は長女と長女の旦那さんのことを大事にしながら、平和で楽しい日々を送っていこうと思う。おい、俺の許可なしに外出するなんて許さないって言っただろ。私が病院から帰ると、鬼のような形相で夫は私を待ち構えていて、そのように怒鳴った。私のお父さんが倒れたんだよ。それなのに家でおとなしく待ってることなんてできるわけないじゃない。うるさい。お前は俺の指示に従うのが仕事だ。納得ができないならこの家からさっさと出て行け。わかりました。それじゃあこれから何が起きても文句なしだからね。私の名前はのぞみ、27歳の専業主婦だ。夫の正人とは結婚して2年が経つ。私と夫の出会いは仕事関係で、私は会社の受付の仕事をしていた。夫は取引先の営業担当で、よく彼は商談や打ち合わせをしに私がいる会社に来ていた。それでお互いに顔を知っていたので、たまたまバーで見かけた時に向こうも私に気づいて、そこから一緒に飲んで仲良くなったのだ。それからは会社であっても雑談を軽くするようになり、連絡先も交換していたので、休みの日にデートに行くようになった。そして数回ほどデートを重ねた後、彼から告白をされて私たちは付き合うことに。その後、順調に交際を進めて、彼にプロポーズをされて結婚することになったのだ。夫は私よりも3歳年が上で、頼れる大人な男性という感じだった。私は年上が好きで、包容力がある男性が好きだったので、男らしく引っ張っていってくれるところに惹かれていたのだと思う。私は彼と結婚することになり、本当に嬉しかった。大好きな人とずっと一緒にいられるなんて夢のようだったからだ。彼は結婚したら家庭を支えてほしいと言ったので、私は仕事を辞めて専業主婦となった。それからというもの、私は夫のことを支えるために一生懸命に家事を頑張った。毎日部屋を掃除機をかけて拭き掃除もしてピカピカにし、洗濯も風呂掃除もトイレ掃除も時間をかけて汚れを落とした。料理だって晩ご飯は私は1ヶ月毎日メニューを変えて、栄養がありボリュームもある食事を出していた。そしてお弁当も毎朝早くに起きてしっかりと作っている。夫は私がそのように一生懸命に家事を頑張っている姿を見て満足そうにしていた。私が頑張ることで夫の支えになっている。そう思うと力が湧いてきて、また家事を頑張ろうと思えるのだ。結婚してから1年ほどはこんな感じで、家事を頑張り夫とも良好な関係を築けていた。だから夫の本性になかなか気づけなかったのだ。きっと私自身、最初は専業主婦として完璧に家事をこなそうと意識を高く持って頑張っていたことも大きかったと思う。しかし夫に対して不信感を少しずつ抱くような出来事が結婚して2年目に入ってから起こり始めた。それは私がある日熱を出してしまった日のこと。めったに風邪をひかない私だったが、その時は珍しく風邪をひいてしまい、高熱が出てしまったのだ。私は急いで病院に行き、薬をもらってきたのだが、なかなか熱は下がらず、そして体調もかなり悪かった。だから私は夫に LINE で、高熱が出て晩ご飯を作る元気がないので、外で食べてくるか自分で用意してほしいと送った。私はそのままとすっと眠りについた。そして数時間後に目が覚めると、時刻は20時を過ぎていた。夫は帰ってるのかなと思い、寝室を出たのだが、今は暗いままだった。まだ仕事をしているのかと思い、一応 LINE を見たが私のメッセージの既読はついている。了承してくれたってことなのかな。私は夫は仕事が忙しくて返事ができなかっただけで、私のお願いは承諾したと考えることにした。そして少し体力が回復したので、私は自分の分のお粥を作ることに。すると家の鍵が開く音がした。夫が帰ってきたのだと思い、私は玄関へと向かう。ああ、
お帰りなさい。残業ではなかったのね。私はそのように話しかけたのだが、夫は機嫌が悪そうだ。なんだよ、元気じゃないか。夫はそう言って、ただいまも言わずに家の中へと入った。私は夫の後に続いて居間に行ったのだが、そこで夫は振り返り、私を睨んだ。おい、何作ってんだよ。え、俺の分は作れないとか言っておいて、自分の分だけは作るっていうのか。いや、これはお粥だよ。私やっと調子が少し回復したから、何か食べておこうと思って。夫が初めて見せる怖い表情にビビりながらも、私は頑張って説明をした。だが夫は私を許してはくれなかった。お前はそうやって俺のことを下に見てるんだろ。そんな。下になんて見てないわよ。LINE を送った時は40度を超えるほどの熱で本当に大変だったんだから。このままじゃ料理を作るのは大変だったから、あらかじめメッセージを送っておいたのよ。言い訳なんてしなくていいんだよ。俺の分を作るのをサボったことには変わりないんだからな。それにそうやって口答えする気力があるなら今すぐ料理を作れ。私は唖然としてしまった。まさかあの優しい夫がこんなことを言うなんて。私は動揺してしまい、言われるがままに夫の食事を準備した。体調が本調子じゃないので、作っている間は本当に具合が悪かった。せっかく寝て体力が回復してきていたというのに、これじゃあまた午前中の高熱の時と同じ状況じゃないか。私はなんとか料理を作り終えて、夫の前に出した。夫は仏頂面で、黙々と食事を進めていく。それなら私は少し横になっていようと、ソファーに寝転がりに行こうと食卓から立ち上がった。すると夫は、おい、どこに行くんだよ、と私を呼び止めた。ソファーで少し横になっていようかなって思ったの。私がそう言うと夫は箸を置き、ため息をついた。お前は全く嫁としての態度がなっていないな。最初の1年間は奇跡。それともだんだんとお前自身に気の緩みが出てきたっていうのか。何のこと？嫁なら普通は旦那が食べ終わるまで向かい合って座って待つものだろうが。まったく、お前は本当にダメな嫁だな。ここまでの会話などを見てわかると思うが、夫は明らかに亭主関白だ。最近は特にその亭主関白ぶりがひどい。私は夫がどんなに帰りが遅くなっても、夫のことを待っていなくてはいけない。夫は残業があると帰りが22時や23時を過ぎることがある。そんな時間まで食べることができずに待たなきゃいけないのはかなり辛い。しかし、先に食事を済ませると夫は今までにないレベルで怒り出すから、私は空腹を我慢しながら夫の帰りを待たなきゃいけない。毎日、腹を空かせた状態で待たなければいけないのだ。しかも夫は以前よりも私に厳しくなった。おい、魚は一昨日も食べただろう。甘えが出てるんじゃないか。毎日メニューを変えるだけじゃなく、ジャンルも変えろよな。和食が続くのは許さないぞ。正直、こんな風にいろいろと要望を出されると参ってしまう。私は別にあなたの家政婦になったわけではないのに。夫の理不尽な要求には頭を悩ませた。それでも私は頑張って家事をしないと。せっかく愛した人と結婚をしたのだから。この時の私はまだ精神的に未熟だったというか、視野が狭かったと思う。夫と別れてしまったら、私は無職のバツイチの26歳の女になって人生で絶望を味わうしかなくなると思い込んでいた。だから理不尽だと思いながらも、耐えるという選択肢しかなかったのだ。その間にも夫は私にいろいろとひどい言葉をぶつけてきた。本当にお前は使えないダメな嫁だよな。俺じゃなかったらお前は結婚なんてできなかっただろうな。結婚してやったんだから、もっと嫁としてちゃんとしろ。どうしてこんなことを言われなければいけないのだろうか。夫の心ない言葉の連続に、
私はかなり精神的に追い込まれていた。そして夫は行き過ぎた亭主関白によって私をものすごく困らせていたことがある。それは私が外出することを許可制にしていたことだ。私は夫に許可を得ないとスーパーに買い物にさえ行けなくなったのだ。お前は目を離すとすぐに俺の金を無駄遣いするからな。夫はある日そんなことを言った。きっと私がご近所さんとお茶会をした時のことを言っているのだろう。だがあれは本当に安く済んだし、別にお茶会に頻繁に出ることなんてない。それでも夫からすると気に入らなかったようだ。というのも夫は私と二人で外を歩いていた時に、私がご近所の奥さんとばったり出会い、奥さんがこの間のケーキがあるカフェよかったわ、教えてくれてありがとうと言ってくれたことを覚えているのだ。どうせ俺に隠れて高級ホテルでのランチバイキングとかしてるんだろ。私はそんなことはしていないと主張したが、夫は全く信じてくれなかった。だから許可制にして私が外出をしていいか聞かなければいけなくなってしまったのだ。それからは私は夫を刺激しないように外出許可を求めていたのだが、夫はほとんどの私の許可申請を却下した。許可が下りるのはいつもスーパーへの買い物だけ。休日でのスーパーの買い物は私にとってはその瞬間が至福の時なのだが、なんと最近は毎回夫がついてくるのだ。人手が多い方がいいだろ。俺って本当に優しい旦那だな。なあ、そうだろ。うん。夫の発言はもはや脅迫でしかなかった。私は一刻も早くこの夫から抜け出したいと思うようになった。そんな時だった。私のもとに母から電話が。一体何だろうか。私は慌てた様子で電話に出る。すると母はひどく焦った様子で、お父さんが、と何やらとても動揺している。どうやら父が倒れてしまったらしい。私はすぐにタクシーに乗り込んで病院へと向かった。私と母が病室に到着すると、父は眠っているところだった。医師の話によると脳梗塞だそうだ。今回は発見が早かったから助かったらしく、倒れたまましばらく放置されていたら、もしかしたら命が危なかったかもしれなかったらしい。私も母もヒヤッとはしたが、とりあえず父が無事だということに一安心した。だが私は一つ大事なことを忘れていた。私は夫からの許可を得ずに外出していた。いや、でも今回ばかりは緊急事態だし、おそらく夫も理解を示してくれるだろう。私はそう思ったのだが、どうやら夫はそこまでできた大人じゃなかったようだ。おい、俺の許可なしに外出するなんて許さないって言っただろ。私が病院から帰ると、鬼のような形相で夫は私を待ち構えていて、そのように怒鳴った。さすがの理不尽さに私もつい反抗してしまう。私のお父さんが倒れたんだよ。それなのに家でおとなしく待ってることなんてできるわけないじゃない。夫は私が言い返してきたことに一瞬たじろいだが、すぐに顔を真っ赤にして言い返してきた。うるさい。お前は俺の指示に従うのが仕事だ。そして夫は驚きの発言をしだした。納得ができないならこの家からさっさと出て行け。この時、私の中で何かが切れる音がした。もうこんな男と結婚生活を続けることなんてできやしない。わかりました。それじゃあこれから何が起きても文句なしだからね。私は冷たくそう言って荷物をまとめ始めた。ここまで言っても反抗してくるとは本当に頭が悪い女だな。お前の代わりなんてどこにでもいるんだよ。そう言って夫は私が家を出るまでずっと罵声を浴びせてきた。私は何とか無視をしてその場から立ち去り実家へ。母は私が大きな荷物を持っていたことにびっくりしていたが、事情を聞いてそんな人とはもう別れた方がいいと言ってくれた。私はこのまま離婚になってもいいと思いながら実家で暮らし始めた。すると実家に引っ越してから1ヶ月ほどが経ってから、
夫は鬼のように私に連絡をしてきた。おい、いつになったら帰ってくるんだ。このままじゃ部屋がゴミだらけで、俺はここで寝泊まりできなくなりそうだ。じゃあ自分でゴミをまとめて捨てに行けばいいじゃない。それが、俺がゴミを捨てていたら管理人さんに思いっきり注意されたんだ。曜日をちゃんと守って捨てろって。何曜日が何のゴミの日なのかわからないから、どうしようもなくて。気づいたらゴミだらけになってしまったんだ。しかもトイレも風呂も臭くて異臭がすごいんだよ。なあ頼むよのぞみ、早く帰ってきてくれ。それは無理よ。なんでだよ。どうして私があなたが貯めたゴミを捨てたり、あなたが汚したものをきれいにしなきゃいけないの？それは嫁なんだから当然だろう。それよ、それ。え、あなたは家のことは嫁が全部やることが当たり前だって思ってるでしょ。そして嫁は夫の言いなりで、夫には逆らえない存在だと思っているでしょ。私はもうそんなあなたの態度にうんざりしてるの。今みたいにこんな状況になっても根本が変わる様子はないから、あなたとはもう一緒に暮らせないわ。何が言いたいんだ。離婚してください。離婚。そんな、考え直せよ。俺は離婚なんてしないからな。夫はまさか離婚を切り出されると思っていなかったようで、何度もそうやって抵抗してきた。だが私には切り札があった。あなたがそうやって拒んでも、私は離婚を進めることができるのよ。どういうことだ。私、ある時からあなたのモラハラ発言をずっと録音していたのよ。これを持って弁護士に相談したら、夫有責で離婚できるって言われたわ。だから弁護士を通して離婚を要求し、慰謝料も請求するから。そんな。待ってくれよ。許してくれよ。夫はそう言って懇願してきたが、私は許すことはせずに、あとは弁護士とやり取りして、とだけ伝えて電話を切った。その後、私は何とか夫と離婚することができ、無事に慰謝料も支払ってもらえた。今は実家で暮らしながら、おばが紹介してくれた事務の仕事をしている。一方、元夫はというと、モラハラが原因で奥さんに逃げられたということが職場に知れ渡ったそうで、肩身の狭い思いをしているらしい。さらには相変わらず部屋は汚くて荒れ放題だそうで、つい最近、住んでいる部屋を管理会社から追い出されたそうだ。自分では家のことは全くできないのに、よくもまああれだけ威張れたものだなと呆れてしまう。まあ、もう私には関係のないことなのでどうでもいいが、今回は散々な目にあったが、これも人生経験の一つとして、男を見る目を養うことができたと前向きに捉えることにした。とりあえずは目の前の仕事に一生懸命に取り組み、両親との時間を大切にしながら過ごしていこうと思う。